皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日のテーマは単語の覚え方についてです。これも学生たちによく聞かれます。皆さんはどんな風に覚えていますか？私は例文と一緒に覚えています。ストーリーや例文と一緒に覚えると使い方が分かって記憶にも残りやすいです。そして何度もその文章を読み上げます。書くのもいいと思いますが、私は読みますね。それから単語だけで覚えようとするとすごく難しいので、何かと関連づけることが大切です。さっきも言いましたが、ストーリーや例文など、あと絵でもいいですよ。名詞なんかは絵を使うと覚えやすいです。私がやってすごく良かったのは、家にあるものに単語を貼って覚えるというやり方です。机、椅子、冷蔵庫など家にあるあらゆるものに単語を貼り付けていきます。家族と住んでいてできなかったら、朝起きたら家にあるものを指して名前を言ってみるっていうのもいいですね。気づいたら覚えてますよ。動詞は絶対例文が必要。でないと単語だけ覚えても使い方がわかりませんからね。単語と自分の思い出をつなげると単語の意味だけじゃなくって感情もセットで記憶に残ります。例えばこんな感じ。旅行、楽しい、友達という単語を覚えたいとしたら、去年友達と京都に旅行に行きました。とても楽しかったです。みたいな例文にすると自分の思い出と関連して覚えやすいです。単語だけ覚えようとするとめっちゃ苦行ですよね。昔みんなの日本語の教科書を使っていた時に毎日単語テストがあったんです。教科書なのでこの単語いるかなっていうやつも結構いっぱいありました。学生たちは大変だなって思いました。今は教科書が彩りになって会話の場面に出てくる単語なので比較的覚えやすくなったんじゃないかなって思っています。JLPT や JFT などの試験を目指して勉強している人はどうしてもテストに出てくる単語を優先して覚えないといけないですが、覚えるときに少し工夫をすると楽になるかもしれませんね。それから自分で独学している場合は自分が優先する単語から覚えていくのが一番です。私がゼロからインドネシア語を勉強した時は毎日自分が言いたいのに言えなかったっていう言葉を書き出してインドネシア人の夫に聞いて覚えていました。あと私は買い物に毎日行くので値段を聞いたりお金の金額がわからないといけなかったのでそういうのを優先的に覚えました。あとお手伝いさんがいたのでお手伝いさんにお願いする言葉なんかも優先的に覚えましたね。インドネシア語に関しては暮らしの中で自然と覚えていきました。ですので文法が弱いんです。今更ですが少しずつインドネシア語の文法も勉強しようと思っています。
みんな言葉を学ぶ目的って違うと思うんですが、最初に覚えるべき言葉って大体決まっています。自己紹介したり、自分の気持ちを伝えたり、買い物したりとか。その単語リストが世界一シンプルな外国語勉強法という本の中に書かれています。著者はね、なんと10カ国語も話せるんですよ。でね、その著者はどんな単語でも必ず初期レベルで200単語と30表現が必要って言っています。その単語を犬かき単語と犬かき表現と言っています。面白いですね。犬かきって泳ぎ方の一つで、とりあえず犬かきができたら溺れずに済むというやつです。ですので、200単語と30表現が溺れない会話の生命線だと言っているんです。少なくないですか？これだけでいいのって思いますよね。ですので、新しい言語を学ぶとき、私はこの犬かき単語と表現のリストを参考にしています。ただ、単語は例文と一緒になっていないので、自分で覚えやすくする工夫はしないといけませんが、私は何言語も話せる人の頭の中ってどうなってるんだろうって思ってこの本を手にしたんですが、効率よく勉強しているんですよね。参考までにリンクを貼っておきますね。はい、ここまでは単語の覚え方について話しましたが、残念ながら人間って忘れるんですよね。これも学生によく言われました。先生、昨日覚えたのに忘れましたって。そうなんです。忘れるんです。みんな忘れます。ですので、忘れるということを知っておくことが大事です。そのために反復練習をしないといけないんです。せっかく覚えても使わなかったらどんどん忘れていくんですね。ドイツの心理学者エビングハウスによると、1時間後には約 50% を忘れる。1日後には約 70% を忘れる。1週間後には約 80% を忘れる。と言われてるんです。恐ろしいですね。でも、復習をすることで記憶が強化されて忘れにくくなります。これは私が調べたものなんですが、効果的な復習のタイミングは1日後、3日後、1週間後、1ヶ月後のタイミングで復習するといいそうです。まずは次の日に復習する。これは簡単に思い出せるかチェックします。例えば、昨日覚えた単語をもう一度読んで声に出してみるとか、書いてみるとか、それから次に少し忘れかけたタイミングの3日後に復習します。簡単な単語テストをして実際に覚えているかどうかを確認します。今度は長期記憶に残すために1週間後に復習します。その言葉を使って文章を作ってみます。最後に最終チェックで1ヶ月後に復習します。まあこれ通りじゃなくていいですが、とにかく何度も触れないと長期記憶に残らないということです。そういえば学生の時にターゲット1900という英語の単語の本があって、それを20週ぐらい読んで完璧に覚えたのを思い出しました。その時は単語の覚え方とか意識していませんでしたが、一周終わってもまた最初から読んで無意識に繰り返していました。一周目はほとんど忘れていて、
撃沈してしまいましたが、それが人間の性質なんですよね。落ち込むことはなかったんですよね。2週目、3週目と進めていくことで忘れてる単語が減っていました。大学の受験があったので、ターゲット1900の単語は完璧に覚えました。今は使っていないので、忘れている単語もいっぱいありますが、それでも見たりすると結構思い出しますね。私は今、韓国語の勉強が止まっています。忙しくて韓国ドラマを見てないからですね。ありがたいことなんですが、最近プライベートレッスンが増えてきています。インドネシアに住んでいるのに、それほどのんびりできていないという日本人ですね。インドネシア語については日々の生活があるので、嫌でも使わないと生きていけないので、勝手に必要な言葉は身についていった感じです。単語は覚えても使わなかったら忘れるし、身にならないので、どんどん使ってくださいね。コメントも遠慮なく書いてくださいね。はい、ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。